綺麗なスカイブルーの機体色に、アメリカ機らしい、武骨な外見。対戦時のミッドウェー海戦では、日本軍とも戦い、ミクマという戦艦に、神風アタックを仕掛けてきた機体としても有名な、アメリカ海軍艦上爆撃機、SB-23、ヴィンディケーター。今回は、美しい造形が高評価なこのキットを、筆塗り全塗装で、バッチリウェザリングして、組んでいきたいと思います。激渋パケーに、きっちりウェザリングまでしてある組み立て例。良いパッケージですね。中身も確認していきましょう。目立ったバリもなく、素晴らしい造形です。エンジンの配線や、ボディのリベットもきっちり再現されていますね。美しい。コックピット内はフレームで覆われている機体なのですが、そのフレームもきっちり再現されていて、細かいですね。クリアパーツも綺麗ですが、このクリア素材は、ちょっと力がかかるとすぐ白くなってしまうタイプのやつですね。注意して作業しなきゃですね。デカールも良いですね。そして、このキットには、シートベルトだけですが、エッチングと、キャノピーのマスクシールがついています。これは嬉しいですね。このキットは、今は倒産してなくなった、アメリカの模型メーカー、アキュレイトミニチュアが作ったもの。版権を買い取った、韓国のおもちゃメーカー、アカデミーが発売しているキットです。なので、取説の記載もハングルと英語のみです。絵を見ればわかると言えばわかるのですが、一部構造がわかりにくかったり、内部の機構が干渉して組みづらい部分もありました。私は許容範囲ですが、日本語表記がないことを嫌う人もいると思うので、このあたりは注意ですね。さて、では組んでいきましょう。まずはコックピットからですね。この機体は、帆布を張っている部分と、金属の部分があるのですが、金属部分はアルミなんだそうです。強度大丈夫かと思いますよね。なので、コックピット内は基本、アルミっぽい明るい銀色で構成されています。アルミは錆びづらい特性があるので、防腐処理がいらず、塗装せずに素材むき出しってことなんでしょうかね。今まで組んだ機体で、車内が銀色の機体なんてなかったので、珍しい機体ですね。以前、飛燕を組んだ時に、中途半端に余ったシルバーのスプレーが残っていますので、ここぞとばかりに使い切ってやろうと思います。エッチングのシートベルトも、この段階でつけてしまいましょうね。まずは金属プライマーを塗ってから、ベルトについてる調整ベルトを取り付けて、座席に接着していきます。美しい座席。準備ができたら、一気にシルバーのスプレーを吹いてしまいます。あとは、細かい色を塗り分けていきましょうね。これは、操縦席の後ろ側に当たる部分です。布が丸めて留められています。これは何だろう？救命具とかかな？色は黄色なので、下地に白を塗ってから、黄色を塗ります。留めてる紐にも色を入れて。こんなもんかな。他にも、ベルトや、ボンベ、中のケーキなど、細かくひたすら塗り分けます。一通り塗れたら、ケーキ板の周辺などにシルバーのドライブラシをかけて質感を出していきます。その上からケーキ板のデカールを貼ります。タミヤのデカールのりでより強力に接着して、クレオスのソフターを塗ってデカールを密着させます。OK、綺麗に貼れました。次はウォッシュをしていきましょう。お気に入りの塗料、クレオスの水性ウェザリングペイントのこの辺りの色を使いましょうかね。アンバーとブラックを使ってドブのような色を作ってベシャベシャと塗りたくります。シルバーの下地にはこういう緑系の色でウォッシュするのが雰囲気が出て好きです。
乾いたらこんな感じです。別に拭かなくてもこのままでもいいんじゃないってぐらいいい感じに落ち着くんですが、それでも不自然に色が溜まってる部分があるので、境目をぼかすように水で濡らした筆で拭っていきます。一通り汚したら艶消しクリアを吹いて塗膜を保護します。さっきでカールを貼っていたケーキ板はメーターの部分がガラスで艶があるはずなので、個別に艶出しニスを乗せて艶をコントロールします。こんなことをしても組んでしまえばほとんど見えませんが、自分の心が満たされます。それでいいのです。よし、では組み上げていきます。この戦闘機は2人乗り、前方の席は操縦手、後ろの席はガンナーです。まずは操縦席の方から組んでいきましょう。次は後部のガンナー席。操縦席とガンナー席を並べてボディに挟み込みます。いろんなパーツが干渉してうまくボディに収まりません。とても手こずった作業ですが、見てるとイラつくので全部カットです。調整しながらねじ込んで無理やりボディに収めます。本来であれば接着する前にボディをパカッと開いてコクピット部分を観察しながらかっこいいですねとか言うんですが、そんなことしたらボロボロ外れて見てられないので、もう接着してしまいました。というわけでコクピット完成。後でゆっくり眺めましょうか。今は次の工程へ進みましょう。ボディを組んでいくので、まずはエンジンとエンジンカウル部分から組んで塗装していきます。よくある模型ではこのカウル部分もど真ん中でパーツが分かれているので合わせ目消しをしなくちゃいけないのですが、このキットはパネルラインに沿って斜めにパーツ分割されていて、普通に組むだけで合わせ目が目立たないようになっています。私はよく合わせ目消しを失敗するので、こういう工夫はありがたいです。内側やエンジン部分にシルバーを塗って、スティール、ブラック、カッパーなどの色を塗り分けていきます。濡れたらどんどん組んで接着してしまいます。おーよいですね。エンジンってどうしてただ塗って組んだだけでかっこよく感じるんでしょうね。この小さいのは主翼につける機重鋼です。わざわざ別パーツ化までした重鋼なのに穴がなくのっぺりしてるので、穴をほじっておきましょう。あとは特段工作などはせずひたすら組むだけなので、雑談がてら組み立てを眺めましょうか。先ほども言った通りコクピットをボディに挟み込むのにパーツが干渉して少し手こずりましたが、そこ以外にも機体底面のパーツの形状が合わず隙間ができてしまったり、キャノピーのモールドがおかしかったりとちょこちょこと粗が目立ちました。タミヤがすごすぎるだけで、海外キットってのはそういうもので組む際に調節するので問題ありませんが、道具の揃わないうちは組むのにちょっと苦労するキットかもしれませんね。それから動画の編集に関しまして、ここ最近の数本は声なし動画だったのに突然また合成音声で解説を入れています。声も変わってるしパート分けしてるし、編集の仕方がコロコロ変わってすみません。皆さんのコメントを見ていると制作の参考にしてくださっている方もいらっしゃるようで、それならちゃんと何をしているのか解説を入れた方が良いと判断しました。合成音声嫌いの方もいると思うのですが、まあそういう人はこんな動画の後半まで見てはいないだろうから仕方ない。パート分けに関しては一模型3パートほどに分けて、完成するまでは毎週更新して、また模型ができるまでしばらく空いてという風に更新していくと思います。今後はこのスタイルでいこうと思いますので、変わらぬご愛顧をいただけると幸いです。さて、そんなこんなでこのマスクを貼ったらすぐに完成。今回はここまでですね。
結構ネガティブポイントも述べましたが、キットの出来は素晴らしいです。さすが評価の高い、アキュレイトのキットです。造形もプロポーションもめっちゃかっこいい。次回は、基本塗装とデカールを貼る作業を進めていこうと思います。ではまた来週、次の動画で。最後までご視聴ありがとうございました。いいねやチャンネル登録をしていただけると、模型ばっか作ってても家族に言い訳できるので、とても助かります。ほな、またね。